フェルトアーティストの小野さやかです。今回はフェルトの T コジーの作り方をシェアしたいと思います。よかったら皆さんも一緒に作ってみてくださいね。それではまずティーポットの大きさを測っていきます。ティーポットの外周を測っていきます。こんな風にして横向きと縦向きの外周を測ったら、その長さを2で割ります。そこに縮み分の5センチを足して、このように半円型の型紙を作ります。今回型紙として使っていますのは、梱包材によく使われる高発泡材ポリエチレンシートというものです。型紙はエアパッキンや固めのビニールシートでも代用できますので、お家にあるもので作ってみてください。それでは作業を始めます。今日はこのミルクティーのような色の原毛をベースに使います。90g。そして模様になる原毛ですね、紫とボルドー、焦げ茶を使っていきたいと思います。中表に作りますので、一番最初に柄をのせていきます。今日はちょっと縦長の点々とした模様をつけていってみようかなと思っています。はい、だいたいのせ終わったんですけれども、こんなちょっと鉄麦の面白い糸がありましたので、これもまた模様としてのせていってみたいと思います。はい、糸の模様ものせ終わりました。そうしましたら、この上にベースとなる原毛を4層のせていきます。まず最初に縦方向、はい、縦で1層のせます。そうしましたら、その後は横方向、はい、こんな感じで4層のせていきます。のせ終わりましたら、石鹸水をかけていきます。全体に水をかけましたら、ビニール袋を手にはめて上からギューッと押してお水を浸透させていきます。全部がペタンとなるまで押していきます。はい、ペタンとなりましたら、次はひっくり返します。型紙ごと原毛をさっとひっくり返してください。そしてまた模様をのせていきます。模様がのせ終わりましたら、周りにはみ出ている原毛を型紙に沿って折り返していきます。折り返し終わりましたら、また4層この上にベースの色をのせていきます。縦横という感じで全部で4層のせていきます。4層のせ終わりましたら、また石鹸水をかけていきます。石鹸水がまんべんなくかかりましたら、またビニール袋を手にはめてギューッと押していきます。そしてまたひっくり返してはみ出た原毛を折り返していきます。すべて折り返しましたら、優しく撫でていきます。ある程度撫でていきましたら、素手でぐるっとこすってみます。その時に原毛が動くようでしたら、まだまだこすっていきます。
こすり続けているとだんだんしっかりしてくるのがわかると思います。そうしましたら手のひらも少しずつ力を入れて、最終的には体重を乗せてゴシゴシこすって大丈夫です。両面ゴシゴシこすってだいぶしっかりしてきたなと思いましたら、ローリングをします。棒に巻いてゴロ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 、そうですね、30回から40回ぐらいローリングしてください。次は90度回してまたローリングをします。この向きのローリングが終わりましたら、また90度回してローリング、そしてまた90度回してローリングという感じで4方向からまんべんなくローリングします。はい、4方向から終わりましたら、またひっくり返して同じように4方向からローリングします。両面ローリングが終わりましたら、この部分を切っていきます。切り終わりましたら、切り口の断面をフェルト化していきます。切り口が丸くなるまでよくこすってください。切り口が丸くなりましたら、裏返してローリングしていきます。ローリングは先ほどと同様に4方向からします。ローリングが終わりましたら、表面をよくこすって整えていきます。表面が整いましたら出来上がりです。しっかりと自立する T コジーができました。その後は押し洗いをして石鹸分をすすいで脱水して乾燥します。いかがでしょうか。乾燥してから型紙の上に乗せて写真を撮ってみました。ここまでフェルト化していればバッチリだと思います。ついでに同じ色でティーポットの下に引くマットとコースターも作ってみました。せっかくなのでティータイムにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。よく所要時間についてのご質問をいただくんですけれども、このティーコジー1つ作るのにだいたい2時間から3時間ぐらいかかるのではないかなと思います。フェルトの作業は体力を使います。疲れてしまう前に紅茶でも飲んでお休みしながらゆっくり楽しんでいただけたらいいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。それではまた。